閲覧注意。この動画には、東日本大震災、発生時や、津波の映像が含まれています。見る方によっては、ご気分が悪くなってしまったり、忌まわしい記憶を思い出してしまう可能性があります。上記の点を留意した上で、十分注意してご覧ください。また、途中で気分が悪くなった場合は、視聴を中止してください。2011年、平成23年、3月11日。その日も、今まで通りの、普通の一日が過ぎるわずでした。14時46分18秒。宮城県、牡鹿半島の東南東沖、130km を震源とする、東北地方太平洋沖地震、通称、東日本大震災が発生しました。地震の規模を占めるマグニチュードは、9.0で、日本周辺における、観測史上最大の地震でした。地震です。あっちゃん大丈夫か？地震の直後、東北地方を中心とした太平洋沿いの地域に、大津波警報が発令されました。海岸や川の河口付近には絶対に近づかないでください。次に、津波警報が出ている沿岸です。北海道太平洋沿岸です。今、津波警報が出ているのは、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、茨城県、千葉県九十九里外房、伊豆諸島です。いずれも2メートルから1メートルの波が到達すると予想されています。東松島市。これは
一般市民が撮影した津波の映像だ。撮影者が気づいた時にはすでにこの沿岸部、水に完全に浸かってしまっています。陸と海の境目が分からなくなっています。わずかに大きな建物だけが残っているのが確認できます。街は一瞬にして津波に押し流されてしまいました。真っ白な雪道に春風香る。私は懐かしいあの街を思い出す。叶えたい夢もあった。変わりたい自分もいた。今はただ懐かしいあの人を思い出す。誰かの歌が聞こえる。誰かを励ましてる。誰かの笑顔が見える。悲しみの向こう側に花は咲く。いつか生まれる君に花は咲く。私は何を残しただろう。夜空の向こうの朝の気配に私は懐かしいあの日々を思い出す。傷ついて傷つけて報われず泣いたりして。今はただ愛しいあの人を思い出す。誰かの想いが見える。誰かと結ばれてる。誰かの未来が見える。悲しみの向こう側に花は咲く。いつか生まれる君に花は咲く。私は何を残しただろう。花は咲く。いつか生まれる君に花は咲く。私は何を残しただろう。花は咲く。いつか生まれる君に花は咲く。いつか恋する君のために
3月12日、本震災の被害状況報告を受け、アメリカ軍は友達作戦を発動。陸、海、空軍、海兵隊が連携し、約1万6000名を超える将兵が作戦に参加。オーストラリア軍、韓国軍、タイ軍、イスラエル軍も駆けつけ、自衛隊と協力し、捜索、救助、物資輸送、医療活動、原子力災害対策など様々な支援活動を行った。どうしてなんで僕だけだって思える日を抜けたい。いつも無駄って逃げてばかりで周りと比べてた。誰も彼もが初めは一緒、どこかで分かってた。どんな今まで関係なくてとにかく進めばいい。悔しくて涙することあるんだろうけど、歩みを止めちゃ変われないだろう。僕ら何度でも何度でも立ち上がるから超えていくんだろう。いつも信じてるから。僕ら何度でも何度でも立ち上がれるさ。諦めないのが僕らの道しるべ。不安はいつも僕の勇気をとどまらそうとするけど、雨の日だって風の日だって進むから近づく。痛み失望涙も全て受け入れていければ明日は笑える、そんな気がする。未完成な僕ら掴みたいんだろう、笑いたいんだろう。自分の足に限界なんて誰が決めたんだ。僕ら何度でも何度でも立ち向かうから。どんな姿もがむしゃらでいいじゃないか。僕ら何度でも何度でも立ち向かえるさ。超えていくためもがきながらも進もう。人は悲しみが多いほど遠回りすることもあるだろうが、まだ道は途中、逃げないで今以上に自分自身抱きしめんだ。ほら大丈夫、いつだって足跡が背中を押してくれるさ。どの道も進んでいこう。僕ら何度でも何度でも立ち上がるから。日本大震災と原発事故の影響で福島県内の一部区間で普通になっていた JR 常磐線が先ほど9年ぶりに全線で運転を再開しました。再開されたのは JR 常磐線の浪江駅から富岡駅までのおよそ21キロの区間です。何度でも走り出せるから見えているんだろう。ほらあなた次第だって。僕ら何度でも何度でも挑めばいいさ。明日も明後日も自分で決めた道を逃げたりしないだろう。Forever Green Boy だね。
くなられた19,638人もの方々のご冥福をお祈りするとともに、行方不明者2,529人の少しでも早い発見、後遺症などで苦しんでいらっしゃる方々の回復をお祈りします。そして、このような大災害が二度と起こらないことを願います。日本は地震大国であり、小さいものを含め、1年に何度も地震が発生しています。他人事ではなく、いつ、どこで、地震が発生してもおかしくありません。いつ地震が発生しても大丈夫なように、防災グッズを準備し、家具を固定するなどして、地震に備えましょう。